さて、というわけでね、サメを取ってきたんですけども、こいつ何キロあるんでしょうね。40、いや、俺40はいってないと思うな。34キロぐらいだと思います。で、500キロまでの測りがあるんで、それでね、測っていこうと思います。はい、こちらがね、測りですね。こちらで測っていきましょう。よう、陸まで持ち上げてきてよな、これ。ちょっと待って。嘘でしょ。24.45 キロ。俺さ、2人でさ、崖登ったじゃん。24.45 キロの重さじゃなかったよね。意外と小さいもんだな。GT よりちっちゃいじゃん。でも眠り深の中ではかなりでかい方ですね。あんまでかいのは島にはいないんですよね。ということで、キッチンに戻りましょう。はい。というわけで、キッチンに戻ってきました。いやー、眠り深ね。40キロぐらいあると思ったんですけど、意外と24キロぐらいでしたね。はい。GT が26キロ。で、クエが33キロだったんで、あいつらってほんまに化け物やったよなって、今になって再確認できますね。で、今回ですね、なんでサメを取ったかと言いますと、沖永良部島だったりとか、奄美群島、あとは沖縄諸島とかね、こっちの方って結構ね、サメがたくさんいるわけよ。イタチザメだったりとか、こういう眠り深だったりとか、いろんなね、サメがね、たくさんいまして、結構駆除されてるんですね。で、駆除費用がね、結構な額出るんで、イタチザメだったりとか、かなりでかいサメをね、せっかく取るんですけども、じゃああれ食べられてるんっていうと、自家消費で1キロぐらい持って帰ったりとか、はされてるんですけど、基本的にはですね、捨てられてるんですよ。はい。人間が海で安全に泳ぎたいからっていうさ、エゴでさ、殺されてさ、そのまま捨てられて、燃やされて、で、これ嫌やなと思いまして、で、今回なんとですね、サメをジャーキーにしたら美味しいんじゃないか。で、美味しかったら今まで捨てられてたサメをジャーキーとして販売しようじゃないかという企画となっております。サメはね、ほんまに力強いんで、もう撃つとき、こっから死闘が始まるんやろうなと思ったんですけど、まさかのキルショットでしたね。人生初めてのキルショットができました。普通の魚って一方向にこうやってブワーって逃げていくんですけど、サメってね、この体をこうやってねじることができるんですよ。こうやって。謎にね。こうやってねじることができるから、シャフトがあるやん。シャフト刺さったシャフトを、ねじねじねじって曲げて、へし折って逃げていくんですよ。それまでにエラにナイフ刺して、血抜きして、なんとか弱らせて、陸に持ち上げないと、眠り深はね、マジで取れないんですけども、今回結構すごいことをしたんですけど、一瞬で終わってしまったんで、凄さが多分みんなに伝わらなかったと思う。はい。ということで、早速、観察していきましょう。はい。というわけで、こちらが眠り深。ホワイトチップシャークですね。なんで英名でホワイトチップって言われてるかって言いますと、ここにですね、背びれの先端だったりとか、尻びれの先端が白くなってるのがね、特徴的なので、ホワイトチップシャークって言われてますね。で、このサメね、なんで眠り深って言われてるかと言いますと、昼間寝てるんですよね。よくね、僕が海底の穴の中に入って大物を探すじゃないですか。もう大体ね、こいつが寝てます。お前かよって毎回思ってますね。で、少し魚の知識がある人は、サメって泳がなかったら死ぬんじゃなかったっけって思ったと思うんですけども、多くのサメはですね、常に泳がないと口から入ってきた海水がエラから抜けていかないから死んでしまうと言われてるんですけども、この眠り深に関しては基本的にここをパカパカさせるだけで生命活動を行うことができます。で、そしてですね、こちらの眠り深ね、準絶滅危惧種に指定されています。じゃあ取っちゃダメじゃんみたいな感じで、俺的にはすぐそういう思考になってほしくなくて、準絶滅危惧種に指定されてる種類が世界中の全ての海で同じだけ減ってるっていうことはありえなくて、少なくとも沖永良部島にはですね、眠り深はめちゃくちゃたくさんいます。2、3時間泳いだらね、7、8匹見るぐらいいっぱいいるんですよ。取りすぎは良くないけど、取らなすぎも良くないと思いますから、この未利用魚をですね、美味しく食べれるようにしていこうじゃないかという話でございますよ。では、裏側見ていきましょうか。はい。裏側はね、こんな感じですね。白いですね。で、あまりにもね、重かったんで、若干引きずっちゃったんで、この辺とかがね、ちょっと傷ついてしまっておりますけども、恒例のサメの性別チェックなんですけども、オスだったらね、ここにチンコが2本生えてますけども、生えてないんで、これはメスですね。で、眠り深はですね、卵体性って言って、魚って普通卵で生まれてくるんですけども、サメの状態で生まれてきます。だいたい1匹から6匹一度に産むと言われてるんで、もしかするとお腹の中にはですね、サメの赤ちゃんが入っているかもしれません。というわけで早速、眠り深、さばいていきましょう。はい、というわけでさばいていくんですけども、サメはですね、肝臓がもう大量に入ってますんで、うわー、これ肝臓かな赤ちゃんかなどっちやろうな。サメの赤ちゃんは、まだね、背骨とかがしっかりしなくて、骨ごと唐揚げにして食べれるんで、うまいんすよ。サメの赤ちゃん出てきてほしいね。はい、それでは、まずは肛門から包丁を入れていきます。みんなが福井さんの手ぶれがひどいって言うから、俺が三脚で撮ってますよ。福井さんが萎えてますからね。サメはですね、サメ肌って言われてて、純鱗っていうね、
小さい無数の鱗に覆われてまして、眠り深の純鱗ではできませんけども、純鱗が強いサメではですね、わさびおろしに利用できるぐらい、これってザラザラしてるんですよ。レモンとかだったら、ほら、ちょっとしか削れてないけどね。あんまり純鱗が強い方じゃないんで、まあこんなもんなんですけども。そう、だからサメとかね、殴ったりすると、一瞬でもう手ガッサガサになりますね。眠り深はね、そうでもないんですけどね。おー、すげえな。はい。こちらが、もうちょい切ろうか。やっぱり、オーセが美味しかっただけに、やっぱり若干の、アンモニア臭は感じますね。はい。まあ、オーセの動画ね、ぜひ見てほしいんですけども、オーセよりね、かなりね、心臓がでかいですね。まあ、おそらく、オーセって基本的に動かない習性をしてるんで、心臓がね、ちっちゃいんですけども、眠り深もあんまり動かないはずなのに、こんなに心臓が大きいんですね。そして、うわー。ちょっと分かりづらいので、内臓を一旦外して、よいしょ。よいしょ。で、一旦サメの胴体どけます。はい、というわけで内臓だけ取り出しました。ということで、こちらがサメの眠り深の内臓となっております。で、まずこの一番大きな部位がですね、眠り深の肝臓でございます。もう何度も聞き飽きたかもしれませんけども、眠り深には浮き袋がございませんので、肝臓に大量の油を溜め込むことによって、浮力調整をしているわけです。で、魚の油といったら DC のイメージがあると思うんですけども、サメの油はね、違います。木のコーティング剤みたいな、なんかそういう全く違う油をしてますね。沖縄にはですね、サバニっていう木の船があるんですけども、まあ昔はですね、この肝油を煮出して木が腐らないように肝油を塗ってたらしいです。まあ木のコーティング剤として使えるみたいですね。で、今日は肝油はね、前回、大瀬でね、どんなもんか見せましたから、今日はいいやろうということで、ちょっとまあ、ここからはね、グロいんですけども、この辺からですね、卵巣になってまして、で、ここに卵があります。何個ぐらいあるんやろうな。眠り深の卵は初めて見るかも。はい、こんな感じですね。はい、まだだいぶ未熟な感じがしますけども、こちらが眠り深の卵ですね。はい。まあ、パッと見ですね、ちっちゃい未熟なものも含めて、10個かもうちょっと、まあ、こっちのちっちゃいのを含めれば、まあ、20個ぐらい卵があるんですけども。で、ちなみに、眠り深って卵体性なんで、卵のままじゃなくって、サメの形で生まれてくるんですよ。で、基本的に1から5匹ぐらいしか生まれてこないらしいです。これどういうことかと言いますと、この卵巣内で孵化して、共食いして、その中の強いやつだけが生まれてくるっていう。残酷ですね。なんで、卵ちょっと茹でて食べてみましょうか。ゆで卵や。じゃあ、火をかけていきましょう。じゃかセット。うわー、黄色いのが出てきた。なんやあれ。あー、いい感じに沸いてきました。片茹でです。さて、眠り深の卵ができたということで食べます。シロアリの巣って言われたらシロアリの巣やし、なんかカステラって言われたらカステラみたいな。いただきます。まず無味でね。まっずっむちゃくちゃまずいな、これ。片茹での黄身と粘土を混ぜまでしたらこの味になるわ。いつまでも口の中に残る粘土。そう、なんか土っぽいんだよ、味が。なんだこれ。サメの卵で美味しいもんってないのかな。まっずっ。それでは血合いの部分をですね、綺麗にしていきましょう。まあ、この辺の筋とかね、適当に取っていきます。ただ、胃袋がね、すごい硬いんでですね、胃袋はあまり。じゃあ、この辺取っていこう。うわ、今んとこ臭いな。まあ、ある程度取ってしまえば、あとはササラでね、何度でもなりますんで、ここで 100% 取ってしまわなくてもいいですね。ではですね、こちら、ササラできれいにしていきましょう。サメって謎に背骨周りに筋がいっぱいあるんですよ。なんでね、意外とササラで取るのは大変でした。
し OK だな。はい、それでは綺麗になりましたと。こっから頭を落として3枚おろしにしていきましょう。はい、それでは頭を落としていきましょう。この胸びれの下からですね、裏側からね包丁を入れていきます。サメの皮はですね、裏側から切ると切りやすいんで。で、反対側も同様ですね。サメは裏側から包丁を入れると切りやすいです。で、背骨もそんな硬くないんでね、こうやって簡単に切り離せます。はい。はい、そしたらですね、ここサメね、意外とね頭肉があるっていうことがね前回判明しましたんで、一応頭肉もねせっかくなので取っていきましょう。もったいないですからね。ただね、サメを切るとですね、すぐに包丁が、切れなくなりますんでね、この頭肉を取ると包丁研ぎの時間が増えるから、もうちょいこっちだったわ。よし、切れる包丁でいきましょう。せっかく研いだのに。そうか、サメって血合いがすごいあるから、この血合いとかも実際にジャーキーとして使えるのかどうかっていうの重要だな。で、ここの頭肉がこうやってどこまで取るかだな。頭肉もイタチザメとかだったら普通に20キロぐらい頭肉があってもおかしくないかもしれないね。はい、こんだけの頭肉が取れました。これだけの頭からこんだけの頭肉しか取れないって考えたら、確かに正直キハダマグロとかともあんまり変わらんかなって感じですね。取る手間を考えるとやっぱりなかなか微妙ですね。はい、そしたら胴体だけになりましたんで、ここから解体をしていこうと思います。まずは尻尾を切ります。眠り深の純輪いかついな。一瞬で包丁が切れなくなる。さて、では下ろしていきましょう。よいしょよいしょ。反対側です。反対側はスーッとやっていきましょうか。たかが魚の皮でそんなに包丁が切れなくなるのと思ってる方がいるかもしれません。眠り深の肌はですね、触った感じコンクリートみたいな感じ、すごいザラザラしてるんですよ。イタチザメとかになるとマジでアスファルト。これヒレが邪魔なんですよね。よいしょ。もう片方ヒレがあります。フカヒレはね、すごい高級品のイメージがありますが、やはりね、乾燥にも時間かかりますし、で、乾燥してそれを元に戻すのにもものすごい時間がかかりますんで、基本的にですね、販売とかは行ってないですね。よいしょ。はい、そしたらラストはここですね。尻びれです。で、一旦ここで落としましょう。はい、そしたらここ背骨でまた外していきますと。で、さっきね、背中の方切ってたんで、ここら辺に出口があるはず。出口がないぞ。よし、OK。そしてさっきと同じですね。ちなみに居酒屋で時々出てくる梅水晶。
あれは本来はですね、サメの背骨やいろんな部位の骨の軟骨を取り出して、それを梅と練り合わせて作る料理なんですけども、まあ大体野源軟骨が使われてますね。よいしょ。はい、背骨です。キハダマグロと違ってサメって比較的水分量が多いんで、その辺がジャーキーにしてみたらどうなるのかっていうところが気になりますね。水分量が多いからジャーキーにしたらまずいなんてことは別にないはずなんで、ちょっと味は気になりますね。で、尻尾の方は骨の入り方が違うんで、包丁の入れ方も変わってきます。てか、マサル疲れすぎだろ。喋れ。はい、というわけで一旦ね、おろし終わったんで、ここから皮を引いて、一旦冷凍しないと薄く切れないんで、瞬間冷凍かけて、薄く切って、マグロジャーキーのタレに漬け込んで、ジャーキーにしています。どんな味になるんでしょうね。ということで、皮引いてる間にですね、こちら、はい、白畑さんからいただいたね、疲労昆布。これね、成長点に近い部分の昆布のみを使用しているらしくて、普通の昆布よりもね、より出汁が出るらしくて、理論的には正しいけど、本当かどうかわかんないですけどね。この髪の毛とかもさ、この生えた瞬間のところが一番新しくできた細胞じゃん。この辺の髪って半年前とかにできた細胞じゃないですか。昆布ってすんごい長いんですけど、上の方に行けば行くほど老化が進んでて微妙っていうランク付けになるみたいなんですよね。ちょっと北海道にいないんでね、あんまり詳しくないんで。サメはですね、結構しゃぶしゃぶにすると美味しいんで、しゃぶしゃぶをペロッと食べまして、そこからね、工場に向かって瞬間冷凍ギュッとかけていこうかなと思います。そしたらですね、昆布を待ってる間にですね、どんどん皮を引いていこうと思います。サメね、さばきやすいっちゃさばきやすいんですけど、やはりですね、腹骨がないっていうところもね、非常にさばきやすい点ではあるんですけども、皮が勝てんだよな、こいつ。包丁何本あっても無理かもしれないな。皮が硬すぎて包丁すぐダメになるんですよ。これでこのまま皮張り。むずっ。いやー、皮切るしかないか。どう切るかだな。難しすぎるぞ。てかでけんだよな。あ、今なんか皮の切り方を見つけてしまったかもしれない。角度だわ。皮の切り方を見つけましたね。なるほどね。包丁の角度だわ、完全に。はい、ブロックにね分けましたんで、これ皮を引いていきます。うまくなった、切るの。これね、またね、サメはね、皮引くのがむずいんですよ。包丁が切れないな。はい、こんな感じですね。結構ね、血合いが強めに入ってるんで、これをどこまでね、しっかり血合いを取るかっていうゲームになってきますね。なんかサメのさばき方、体が思い出してきた。その後もマサルは皮を引き続けました。そしてこれが完成品です。ジャーキーにできそうな部位をですね、厳選してみました。で、このハラミをですね、しゃぶしゃぶにしてね、食べようかなと思います。さて、眠り深、どんな味なんでしょうね。唐揚げで食べるとね、鶏肉みたいな味で、結構繊維がね、しっかりしてるんですけど、でポン酢つけて、いただきます。
硬いっすね。筋膜切ってないんで。もっと薄く切ればすごい美味しいかなって感じですね。特に臭みとか癖とかなくて。やっぱ鶏肉みたいにちょっと硬い。でもこの今まで捨てられてたサメが商品化されて食べられるようになるってめちゃめちゃ良くないですか？海を泳いでる人が噛まれたら危ないよねとかいう理由で、ただただ殺されてるんで、これがしっかりと商品化できて美味しかったらめっちゃいいよね。サメジャーキー、ちょっと新しい夢ができましたね。はい。というわけで工場に行って瞬間冷凍します。ただ僕ちょっとね、今汚いんで、中入れないんで、スタッフの方にね、中入ってもらって、ちょっと動画撮ってきてもらいます。こちらが我が社の瞬間冷凍機でございます。しっかり消毒して衛生管理もバッチリ。数が少なくなってるんですけども、どうやら腹膜がついてる部位は硬すぎてジャーキーにできないみたいです。さて瞬間凍結にかけていきます。そしてこちらが瞬間凍結したものを真空パックにしたものですね。ちょっと解凍が進みすぎて切りづらそうですけども、まあ後々調整していけばしっかりと切れるようになるでしょう。さて切り終わったらボウルに入れていく。そして出ました、マサルのジャーキー秘伝のタレです。しっかりと混ぜて味を均一化させてサメの切り身と合わせていきます。次の工程は漬け込み、中までしっかり味を入れていきます。さて1日経過しました。ここでもしっかり消毒は欠かせません。実はこの状態で食べても漬け丼みたいでめちゃくちゃうまいんですよね。そして次の工程は均一に乾燥ができるように広げていきます。並べ作業完了、お疲れ様ということで乾燥機に入れていきます。はい、というわけで、2日が経過しました。なんとですね、サメジャーキーが完成しました。こちらがですね、サメのジャーキーでございます。ちょっとね、真っ黒に見えるんで、色味若干、俺の目に映ってるのと同じぐらいの色になるように。こんな感じかな。そう、こんぐらい茶色いですね。はい。マグロジャーキーだと赤身なんで黒いんですけども、サメだと若干焦げ茶色って感じですね。では、早速、実食していきます。サメジャーキーでございます。なんかね、マグロはね、すごい繊維がしっかりしてるんで、噛んだ時に繊維質を感じたりとか、もっと硬いんですけど、サメの方はですね、筋とか感じるのかなって結構不安だったんですけど、あんまり筋とかも感じなくて、なんかね、一回ね、アオリイカでやったことがあるんですけど、アオリイカってさ、ふにゃふにゃしてるじゃないですか。アオリイカでやった時に近い食感をしていますね。ただね、マグロジャーキーが硬くて食べれない人とか、めっちゃこれ美味しいと思う。ただね、これはまあ、もう本当だから言うときますけども、サメの味知ってる人がこれ食ったら、最後アンモニアの香りが若干残りますね。若干残るけど、結構その外食とかで濃い味食ってる人とかはもう気づかないと思いますね。減塩とかしてて、鼻が敏感になってる人とか、サメの味知ってる人は、サメの味するなーってなると思います。これ普通に美味しいです。はい。ちょっと、母上も。なんか歯ごたえはほんとイカみたいにもっちもちした感じで美味しいね。これは SDGs 商品やな。実はもう昨日食べてたんですけど、昨日寝る前ですね、うわー腹減った。でもダイエット中やからどうしようって思って、これ、サメジャーキー食ってましたね。胃が弱くない人は、お腹空いた時に、マグロジャーキー食えば、なんとか耐えれる。サメって知らんかったら普通に食べてしまうよね、これって。普通に美味しいジャーキーって感じだよね。なんだろこれって感じ。美味しいねって感じ。でもサメって知っとけば、あ、これがアンモニア臭かっていうのを、ほんの少しだけ感じることができる。
確かに。面白い商品だけど、これ、食品検査通るかどうかは難しいね。まあ一旦商品化できるかどうかね、わからないんで調べてみておくというところでですね。はい。まあちょっとこれ、ほんまに、サメってなかなか利用されてなくて、まあ観光地とか、宮古島とかやったら、駆除されたものを、例えばサメのフライのバーガーとかにして、フィッシュバーガーとか言って、売り出したりして、それがバーって売れたりとかするんですけど、沖永良部島とかだとね、サメバーガー作りましたよ言うても、いや、サメ、400キロのサメ吐けるまで、いつまでかかるみたいな。そう。そんな感じなんでね。はい。なんかこのジャーキーもしかしたら、なんか救世主になるかもしれませんね。はい。社員の人たち、社員と、あと、アルバイト、10人くらいいるんですけど、全員ね、好評でして、コメントで商品化してほしいという声がありましたら、商品化していこうかと思います。はい。ぜひ、コメントください。ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、皆様、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。3月からですね、YouTube を本格的に再開しまして、マグロジャーキーも動画が出してなかった時よりは売れるだろうと思って、それなりに準備してたんですけども、まさかの、即完売ということで、皆様たくさんご購入いただき、本当に、ありがとうございます。普段だったらですね、2週間もあれば再販できる生産体制を整えてるんですけども、まさかのですね、原料のキハダマグロがですね、めちゃくちゃ不良でして、いつマグロジャーキーのオリジナル味再販できるんだろうっていう見通しが立てない状況だったんですけども、なんとかですね、キハダマグロ買い付けることができまして、4月25日19時から再販することが決定しました。はい。そしてですね、これだけ待たせてしまって、もう本当に申し訳ないんで、今回もですね、4月25日からですね、割引イベントを含め、いろいろやっていこうと思っておりますので、ぜひぜひお楽しみにしておいてください。どうしてもマグロジャーキーが欲しいという方はですね、Amazon ならまだ買えます。はい。そしてですね、今4月10日のですね、朝5時なんですけども、飛行機に乗る直前に今撮ってるんですけど、4月、5月はですね、巨大魚がですね、浅瀬に上がってくる、浅瀬って言っても水深20メーターから30メーター、俺らがギリ、スモーグリ届くレベルなんだけど、そいつらがやってくると。で、まだ、俺は水中時の技量が高くなくて、それがなかなか取れてなかったんですけど、今年こそはということで、肉体も精神も万全に、今整えて、見るからに元気じゃないですか。皆さんに、こんな巨大魚って素潜りで取れんのかみたいな。そんな映像をね、皆様にね、見せられたらなと思っております。そしてですね、今まで水中映像だったりとか、せっかく沖永良部島ってめちゃめちゃ綺麗な島なのに、そういうところを届けられてなかったなって、もうキッチンの中だけで撮影するのに逃げてたなって思ったんで、もうカメラもね、もうしっかりとこの2ヶ月で勉強して、綺麗な映像を撮れるように準備をしております。今まで魚さばき、メインの動画ばっかりでしたけど、夏を先取りできるようなチャンネルにね、していこうかなと思っております。編集とか含めると4月25日ぐらいからバンバン動画出せるような感じになると思いますので、みんな、楽しみにしといてくれ。ということで、それでは、